解説。職人芸。銀幕の死闘はこうして生まれた。昭和を作った立師リト氏伝説の裏話ベスト10。昭和の映画やドラマで、男たちが熱狂した大迫力のアクション。あれを陰で作り上げていた裏方の職人を知っているか？スタントマンとは違うの？スタントもやるが、一番の要は格闘の振り付けをする殺師や技師だぜ。時代劇で刀を使うのが盾。現代劇で素手や銃を使うのが技だな。技って言葉は日活の高瀬正俊が考案したんだ。へえ、アクション専門の職人さんがいるのね。ただの振り付けじゃないぜ。俳優の安全を守りつつ、カメラ映えを計算して全体の骨組みを作るんだ。昔の時代劇は舞踊みたいだったが、彼らのセンスで、泥臭くリアルな死闘へ進化したのぜ。裏方のセンス一つで、あの大迫力が生まれていたんだね。すごいわ。ああ、今回は、勝新太郎や松田優作といった銀幕スターを輝かせ、命がけの現場で伝説を作った。立師技師の凄すぎる仕事ベスト10を紹介するぜ。第10位。三鴨辰巳。第10位は特撮ヒーローの中の人から、大物監督の懐刀にまで上り詰めた異色の技師、三鴨辰巳だぜ。ヒーローの中の人って、スーツアクターのこと？その通りだ。ジャックに入門してアクション俳優を目指していたんだが、1974年のウルトラマンレオのオーディションで、主役レオのスーツアクターを勝ち取ったんだ。当時のブルース・リーブームを取り入れた。宇宙拳法の激しい格闘や、命がけのトランポリンで特撮の歴史に強烈な爪痕を残したのぜ。あのアクロバティックな動きは、体を張った本気のスタントだったのね。そんな彼が裏方の殺師へ本格的に転身するきっかけを作ったのが、伝説の俳優松田優作なんだ。松田優作とつながりがあったの？ああ、ドラマ、探偵物語などで共演して、アクションや芝居を深く学んだんだぜ。その縁もあって、1986年の松田優作の初監督映画、パフォーマンスでは、殺師に大抜擢されたんだ。大スターに実力を認められたのね。すごい信頼関係だわ。さらに映画、最も危ない刑事などのアクションを担当したり、テレビシリーズでも高瀬正嗣、高瀬道場らが牽引する。高という字の華麗なアクションの裏で、自身もヤクザや殺し屋の役でゲスト出演して、派手にやられて見せ場を引き立てていたんだぜ。自分でも悪役で出ちゃうなんて、まさに裏方と表舞台の二刀流ね。1989年には自身のアクションチームを設立。後に北野武監督の映画、座頭市の盾も担当し、北野武から日本一忙しい盾師と絶賛されたんだ。第21回東京スポーツ映画大賞で技術スタッフ賞まで受賞したのぜ。ヒーローとして戦い、最後は日本一の裏方になるなんてかっこいいわ。殴られ、蹴られる痛みを誰よりも知っているからこそ、俳優を最高に輝かせる立ち回りが作れるんだぜ。第9位。三島和夫、三島県議会。第9位は、昭和の特撮ヒーローと刑事ドラマのアクションの基礎を作り上げた、伝説の技師、三島和夫と三島県議会だぜ。特撮と刑事ドラマの両方って、まさに昭和の男の子が熱狂したジャンルど真ん中ね。ああ、当時の特撮界では大野県友会が有名だったが、この三島県議会も東映の大泉スタジオを拠点にして、第二次変身ブームを力強く牽引した双璧だったんだ。彼らならではの独特なアクション演出が光っていたんだぜ。独特な演出って、どんなアクションだったの？代表作の人造人間機械ダーシリーズだ。三島県議会のメンバー自らがスーツアクターを務めて、アンドロイドらしい硬質で機械的な動きを取り入れた格闘を作り上げたんだ。ただ暴れるだけじゃない、キャラクターの個性を生かした技だったのぜ。なるほど。中身がロボットだからこその動きを裏方さんが考えていたのね。さらに特撮だけじゃないぜ。昭和を代表する刑事ドラマのパイオニア、特別機動捜査隊などの現代劇アクションも担当したんだ。泥臭くてリアルな刑事アクションの土台は、彼らが築き上げたと言っても過言じゃない。子供向けのヒーローから、大人向けの渋い刑事ドラマまで幅広いのね。
しかも三島本人は裏方でふんぞり返るタイプじゃない。自ら役者として、スカイダーや西部警察などのドラマに、悪役や犯人役でバンバン出演していたんだぜ。自分が振り付けたアクションで、自らやられ役をやってたの？その通りだ。自分が体を張って派手にやられることで、アクションシーンの熱量を極限まで底上げしていたんだ。現場を誰よりも熱くする、まさに職人魂ね。自らの肉体でヒーローや刑事を輝かせた、最高のいぶし銀仕事だぜ。第8位、宍戸大然。第8位は、日本初のスタントマンと呼ばれ、時代劇アクションに革命を起こした特技指導の第一人者、宍戸大然だぜ。日本初のスタントマンって歴史的な人物ね。特技指導って具体的にどんなことをするの？もともとオリンピックを目指す体操選手だったが怪我で断念してな。体育教師を経て大英に入社し、市川雷蔵主演の映画、忍びの者で危険な身代わりスタントを務めたんだ。そこで自衛隊のレンジャー部隊の動きを取り入れ、リアルで実践的な忍者アクションを新しく考案したのぜ。体操の身体能力と、軍隊の過酷な動きを掛け合わせるなんて絶対迫力があるわね。そして彼の名を日本中に轟かせた有名な仕事が、国民的時代劇、水戸黄門の風車の屋敷だぜ。屋敷が屋根から飛び降りたり、空中で華麗に宙返りするあのアクロバットを見たことないか？ああ、おじいちゃんがよく見てたわ。あのおなじみの忍者の動きね。あれも宍戸さんが担当していたの？その通りだ。長年、水戸黄門のクレジットに特技宍戸大然と堂々と刻まれ、裏方でありながら視聴者にも名が知られていたんだぜ。自身のチーム、大然グループを率いて、時代劇に前景トランポリンや、ワイヤーアクションを本格的に導入したんだ。今では時代劇で当たり前のワイヤーアクションも、彼が基礎を作ってくれたおかげなのね。忍者の人間離れした動きを安全かつ度派手に映像化する、画期的な発明だったんだぜ。さらに裏方だけでなく、自ら俳優として、水戸黄門に、方言を活かした農民役などで顔出し出演することもあったんだ。危険な裏方の仕事をこなしながら、役者として現場も楽しんでいたのが伝わってくるわね。ああ、命がけの技術を極め、時代劇に特技という新しいジャンルを一人で確立した、まさに偉大な開拓者なんだぜ。第7位、上野龍造。第7位は、東映時代劇の華麗なチャンバラから、ヤクザ映画の泥臭い乱闘までを手掛けた名将、上野雄三だぜ。時代劇とヤクザ映画って、全然アクションのスタイルが違う気がするけど、同じ人が作っていたの？そうなんだ。上野は東映京都撮影所のアクション専門集団、東映見会の中心メンバーでな。長年、東映特有のダイナミックなチャンバラを裏で引っ張っていたんだぜ。でも彼の凄さは、時代劇の盾にとどまらないんだ。他にどんなアクションを作ったの？最も有名なのが、深作欣二監督の仁義なき戦いシリーズでのギトだ。それまでのスマートな格闘じゃなく、感情むき出しで取っ組み合い、画面の泥を転げ回るような、リアルで泥臭い乱闘シーンを作り上げたんだぜ。確かに、仁義なき戦いって、綺麗なアクションっていうより、人間臭くてヒリヒリするような喧嘩のイメージがあるわ。あれも裏方さんの計算だったのね。その通りだ。ヤクザ映画のアクションを根本から変えたと言われているぜ。さらに深作監督の時代劇大作、柳生一族の陰謀でも、盾を担当したんだ。千葉真一や万屋金之助といった名優たちが見せた、凄惨で息を飲む大立ち回りは、彼の振り付けによるものなのぜ。トップスターたちの熱量と狂気を、限界まで引き出していたんだね。ああ、華麗な剣さばきも、泥まみれの喧嘩も極めた最強の職人だぜ。映画界への長年の貢献と圧倒的な技術力が評価されて、2011年の第34回日本アカデミー賞では、業界特別賞を受賞したんだ。日本映画の歴史にしっかりと名前が刻まれているなんて、最高にかっこいい裏方さんね。昭和の男たちがスクリーンに釘付けになった数々の名作は、彼の職人技があったからこそ生まれたんだぜ。第6位、尾形慎之介。第6位は、時代劇の常識をぶっ壊し、
とことん残酷で泥臭いアクションを追求した立師、尾形慎之介だぜ。残酷で泥臭いって、なんだか痛そうなアクションね。ああ、それまでの時代劇って言うと、舞踊のように美しくて形式的なチャンバラが主流だったんだ。でも尾形はそれを完全に排除したのぜ。生き残るために必死で相手にしがみつき、泥だらけになって転げ回るような、人間の本能むき出しの実践的な盾を作り上げたんだ。綺麗事じゃない、本当の死闘を描いたってことね。代表作はどんなドラマなの？中村敦夫が主演したテレビ時代劇、小柄志門次郎だぜ。主人公が加えている長い用事をそのまま武器にしたり、急斜面やぬかるみで何度も転びながら、泥まみれで切り合うんだ。当時のテレビ時代劇の常識をひっくり返す、型破りな立ち回りだったのぜ。斜面や泥の中でのアクションなんて、役者さんも相当ハードだったでしょうね。さらにもう一つの伝説が、よろずや金之助主演の子連れ狼だぜ。あの乳母車を押しながら戦う有名な時代劇ね。その通りだ。主人公の拝み一頭が使う水王流という剣術で、敵の胴体を真っ二つに切断するような過激な演出や、大軍勢を相手にした凄惨な大立ち回りを構築したんだ。当時の視聴者は、その圧倒的な迫力と残酷さに熱狂したんだぜ。まさに血湧き肉踊るような、男のロマンが詰まった死闘ね。だろ？しかも尾形本人は、他の多くの立師と同じように、自らも切られ役として、子連れ狼や17人の忍者などの作品にバンバン出演していたんだぜ。自分が考案した過激な立ち回りを、自分自身の体で表現していたのね。綺麗に切られるんじゃなく、泥をすすってでも生き残ろうとする人間の執念。それを画面に叩きつけた、まさに職人魂の塊だぜ。第5位、ウニ肝臓。第5位は、あの勝新太郎や、世界の黒澤明監督から絶大な信頼を寄せられた立師、ウニ肝臓だぜ。世界の黒沢に勝新太郎。とんでもない大物スターや監督たちに愛された裏方の職人さんなのね。ああ。ウニは勝プロダクションの作品に数多く関わっていてな。なんといっても有名な代表作は、勝新太郎が主演した座頭市シリーズだぜ。座頭市の代名詞でもある逆手切りの圧倒的なスピード感や、居合抜きの天才的な剣さばきを最大限に引き出す立ち回りを構築したのが彼なんだ。見えないはずなのに、気配を感じて一瞬で敵を切り伏せる。あの神業みたいなアクションね。テレビで見ても震え上がったわ。ウニの盾最大の特徴は、ただ派手に刀を振り回すことじゃないんだ。切り合う前の間や呼吸、そして相手とのヒリヒリするような心理的な駆け引きを極限まで重視していたのぜ。この緊迫感あふれる演出は、後の中村吉右衛門主演鬼平犯科帳でも存分に発揮され、長谷川平蔵の重厚な立ち回りを、28年間にわたって支え続けたんだ。なるほど。静けさの中から一瞬で勝負が決まる。あの独特な緊張感を生み出していたのね。その徹底したリアリズムと高い演出力は、若き日に黒澤明監督の現場で、切られ役として徹底的に鍛え上げられた経験から来ているんだぜ。三船敏郎の圧倒的な迫力に押されながらも、生身で木刀の打撃を受けるような過酷な現場で、リアルな痛みを学んだんだ。あの妥協を絶対に許さない黒沢監督の現場で、体を張っていたからこそ、痛みのわかる本物のアクションが作れたのね。さらに昭和だけにとどまらず、平成に入ってからも渡辺謙主演の御家人残苦労などで、盾を担当したんだ。豪快でありながらどこか色気のある剣劇を演出して、名優たちの魅力を裏から引き立て続けたんだぜ。時代を超えて、日本のいぶし銀の俳優たちをずっと輝かせてきたのね。惜しくも2019年1月10日にこの世を去ってしまったが、銀幕に刻まれた数々の真剣勝負は、今も色あせることなく男たちの心を熱くさせているのぜ。第4位、王の剣友会。第4位は、特撮ヒーローのアクションに革命を起こし、1970年代の変身ブームを牽引した伝説の裏方集団。王の剣友会だぜ。個人の名前じゃなくて、アクションチームのランクインね。代表作は何かしら？
なんといっても、仮面ライダーだぜ。大野剣友会は、大野幸太郎が創設したチームで、もともとは時代劇の盾を行う集団だったんだ。だが、仮面ライダーのギトを担当した際、代表的な盾師の高橋和俊らが、時代劇の盾にトランポリンを駆使した空中戦や、ダイナミックな格闘技を見事に融合させたんだ。時代劇の剣劇とトランポリンの組み合わせなんて、めちゃくちゃ斬新ね。ああ、ライダーキックの演出も彼らが作り上げたんだぜ。さらに、主演の藤岡弘が撮影中に大怪我をして、降板するアクシデントがあったんだが、そのピンチを救ったのも剣友会なんだ。主役がいなくなっちゃったのにどうしたの？岡田勝や中屋敷哲也といった剣友会のメンバーが、自らスーツアクターとしてライダーを演じ続けたんだ。敵の怪人やショッカーの戦闘員も、同会のメンバーが演じていたからこそ、あうんの呼吸で激しくてスピーディーな格闘アクションが生まれたのぜ。仲間同士だからこそ、ギリギリの激しい死闘が安全にできたのね。ショッカーとの泥臭い立ち回りは、時代劇の盾がルーツだったなんて驚きだわ。彼らが作り上げたアクションは当時の子供たちを熱狂させ、変身ブームという巨大な社会現象を生み出す最大の原動力になったんだぜ。日本中の子供たちの心をわしづかみにしたのね。仮面ライダーだけじゃなく、秘密戦隊ゴレンジャーなどの、初期のスーパー戦隊シリーズや、数多くの東映特撮作品のギトを担当したんだ。日本の特撮アクションの基礎を築き上げた、まさに偉大な職人集団だぜ。第3位、林邦史郎。第3位は、NHK 大河ドラマの盾を50年以上にわたって担当し続けた大河のレジェンド、林邦史郎だぜ。50年以上、半世紀も日本の歴史ドラマを裏から支えていたのね。ああ、1965年の大河ドラマ第3作、大後期で、若くして盾師に大抜擢されてから、独眼竜政宗や武田信玄など、数えきれないほどの名作で盾を担当した、日本を代表する盾師だぜ。大河の合戦シーンって大迫力だけど、彼の指導があったからなのね。彼は歌舞伎の様式美じゃなく、古武術の文献や史実を徹底的に研究したんだ。刀の剣術だけじゃなく、槍や馬術、素手の組み打ちに至るまで、実践に即した泥臭くてリアルな武術指導を行ったんだぜ。だから本物の歴史を見ているような重厚感があるのね。さらに自身のアクションチームを設立して、数多くの名優たちに直接立ち回りを指導したんだ。そしてすごいのが、彼自身も凄腕の剣豪や暗殺者などの役で、大河ドラマにたびたび出演していたことだぜ。裏方だけじゃなくて、自分でも演じていたの。ここで驚きのエピソードがあるぜ。幕末を描いた、龍馬が行く、家臣、飛ぶが如くの3つの大河ドラマで、なんと3度も、坂本龍馬を暗殺する刺客を演じているんだ。3回も龍馬を暗殺したの。どんだけ凄腕の裏方さんなのよ。特に、龍馬が行くでは、龍馬役だった主演の北大路欣也から直々にリクエストされて、暗殺者である佐々木忠三郎役に大抜擢されたという伝説があるんだぜ。大物スターから直々に指名されるなんて、盾師として最高の栄誉ね。2015年に惜しまれつつこの世を去ったが、自らの体で歴史を体現し続けた彼の魂は、間違いなく今の大河ドラマにも受け継がれているのぜ。第2位、高倉栄治。第2位は、昭和の刑事ドラマのアクションを語る上で、絶対に外せない伝説の義とし、高倉栄治だぜ。刑事ドラマのアクションって、例えばどんな作品を担当したの？最も有名なのは石原プロモーションの作品だぜ。大都会シリーズや西部警察の全シリーズで義とを担当して、現場のアクション総指揮をとっていたんだ。大門軍団のド派手でダイナミックなアクションの骨格を作り上げた最大の功労者なのぜ。日本中を熱狂させた西部警察の大迫力アクションを裏で仕切っていたなんて、すごすぎるわ。さらに、希代のアクションスター松田優作からも、絶大な信頼を得ていたんだ。伝説のドラマ、探偵物語でも義とを担当して、松田の長い手足を生かした、コミカルで野生味あふれるスタイリッシュな格闘スタイルを裏から支えていたんだぜ。
石原プロに松田優作、昭和の男たちが憧れたスターばかりじゃない。どうしてそこまで大物たちに信頼されたのかしら？それは高倉自身が、本物の武術の達人だったからだぜ。彼は下総国の神道流を源流とする古武術の継承者。つまり宗家でな。空手や日本拳法など、あらゆる武道に精通していたんだ。ただアクションの振り付けをするだけじゃなくて、本物の宗家だったの。ああ、だからこそ、それまでの立師が思いつかなかったような武道の利合を取り入れて、限りなく実戦に近い斬新な格闘を映像作品に持ち込むことができたんだぜ。宗家としての本物の裏打ちがあるからこそ、あのスターたちの命がけの戦いがリアルに胸に迫ってきたのね。その通りだ。他にも、私鉄沿線97文書や、誇りの報酬、ゴリラ警視庁捜査第8班など、70年代から90年代にかけて数多くの名作を牽引したんだぜ。昭和の現代劇アクションは、この男の拳から生まれたと言っても過言じゃないのぜ。第一、クゼ流。第1位は、時代劇アクションの歴史を根底から覆し、世界に衝撃を与えた伝説の盾師、クゼ流だぜ。世界に衝撃ってスケールが違いすぎるわ。一体どんなアクションを作ったの？巨匠黒澤明監督の映画、用心棒と、椿三十郎の盾だぜ。それまでの時代劇は、刀を当てずに舞踊のように立ち回るチャンバラが主流だったんだ。だがクゼはそれを完全にぶっ壊し、本当に肉体を叩き切っているかのような圧倒的なリアリズムと衝撃を表現する盾を作り上げたんだぜ。綺麗な立ち回りから、命がけのリアルな死闘に変えたのね。想像しただけでヒリヒリするわ。その実践的な盾を、主演である三船敏郎の圧倒的なスピードと豪快な身体能力に合わせて振り付けたんだ。さらに黒沢監督が求めた、ドス、バサッという生々しい効果音とも完璧にシンクロさせ、日本映画のアクションを世界レベルに押し上げたのぜ。映像と役者さんの演技、それにリアルな音が合わさって、あの大迫力が生まれていたんだね。中でも伝説なのが、椿三十郎のラストシーンだ。三船敏郎と中台達也が対峙する一瞬の居合切り。実はドバッと吹き出す大量の血しぶきは、久世さんとスタッフが試行錯誤して、圧縮ポンプを使って噴射させた前代未聞の演出だったんだ。あの衝撃的な映像も、久世さんのアイデアと技術が詰まっていたのね。あまりの勢いに、切られた中台達也さんが数センチ後ろに浮き上がったという逸話もあるほどだぜ。この痛みを感じさせる演出こそが、世界の映画を変えたのぜ。あの張り詰めた空気を一瞬で切り裂く決闘シーンも、彼の手によるものだったのね。クゼはリアリズムを追求する中で、盾師が単なる振り付けの裏方にとどまらず、アクション演出の骨格を担う専門家であるという地位を確立した偉大な先駆者なんだぜ。単なる裏方から、映画に欠かせないアクション監督へと盾師の価値を引き上げたのね。昭和の男たちが熱狂した名勝負は、職人たちの血の滲むような執念が生み出した、まさに奇跡の芸術なんだぜ。まとめ、エンディング。今回は、昭和の映画やドラマを陰で支えた、盾師技年の凄すぎる仕事ベスト10を紹介したぜ。俳優さんの安全を守りながら、泥臭くてリアルな死闘を作り上げるなんて、本当に血の滲むような職人技だったのね。銀幕のスターたちが輝いていた理由がよくわかったわ。彼らが時代劇や刑事ドラマ、特撮で切り開いた技術と情熱は、今のアクション監督やスタントマンたちに脈々と受け継がれているんだぜ。裏方の熱い職人魂を知ると、昔の作品をもう一度見直したくなっちゃうわね。視聴者のみんなも、記憶に残っているアクションシーンや、好きだった昭和のドラマがあれば、ぜひコメント欄で熱く語り合ってくれよな。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。